こんにちは、青22号です。レベルのフォード GT ルマン2017の制作の続きです。ボディを白くしていきます。前回はグレーのサーフェイサーを塗って一旦ボディ全体をグレーにしましたが、今回はその上から白を塗って白くしていきます。白はアルティメットホワイトを使っています。手っ取り早く白くしていくなら、やはりアルティメットホワイトが一番早道だと思います。アルティメットホワイトの難点は塗膜が厚くなりやすいという点ですが、今回のこのキットのボディのモールドは比較的太い上に深いので、むしろ塗膜が厚い方が多少モールドが細くなって好都合なくらいです。といってももちろん加減は大事で、むやみに塗り重ねる必要はないでしょう。しっかりと白くなってきたら、その後は EX ホワイトを使って上から塗り重ねていきます。これは EX ホワイトを塗り重ねた後の状態です。エンジンのマスキングをしていきます。シリンダーヘッドカバーのところをすでにメタルブラックで塗ってありましたが、そこをマスキングして本体の色であるシルバーを塗っていきます。まずは細切りのマスキングテープをぐるっと一周するように貼ります。シリンダーヘッドカバーのパーツはすでに接着してありますが、接着したところが塗り分けの境目となります。次に細切りマスキングテープの内側をマスキングゾルで埋めていきます。ちなみにマスキングゾルを塗るときに使う筆は、あらかじめクリオスの筆ピカリキッドを塗ってあります。こうすることで使った後に筆からマスキングゾルをきれいに剥がすことができます。マスキングゾルがある程度乾いたら EX シルバーを塗っていきます。希釈率はだいたい1対3程度にしています。エンジンは大抵そうですが、割とデコボコしているところが多いので、奥まったところにもしっかりと塗料が入っていくようにまんべんなく塗るのではなく、そういった部分を少し意識しながら小刻みに塗っていきます。内装バスタブも EX シルバーで塗っていきます。ここは全体的には黒で仕上げることになりますが、エアジャッキやコンピューターの箱など一部シルバーが必要なところがあるので、この段階で塗っておきます。ただし全体を塗るのではなく、必要なところだけを部分的に塗っていきます。この時に塗っていない他の部分が砂拭きにならないよう常に気を配りながら塗っていきます。気がついたら他のところが砂拭きになっていたというのはよくあるからです。エアジャッキ部分を塗るためのマスキングをしていきます。前方の足元にある円筒状のものがどうやらエアジャッキを表しているようなので、マスキングしてクリアブルーを塗っていくことにします。細切りマスキングテープを巻いてシルバーとして残す部分をマスクしていきます。ディテール的には円筒状のものがあるだけなので、細かいところまではあまり追求せず、なんとなく青い部分とシルバーのところが残るという程度のマスキングにとどまることになります。とはいえ全体が真っ黒になるよりははるかに表現が増えるので、これで十分だと思います。というわけで塗装していきますが、先にクリアレッドを塗っていきます。クリアブルーよりも先に塗るのは特に理由はありません。ここは実写ではコンピューターの赤い箱があるところで、内装の中でも比較的目立つ色をしているので、シルバーの上からクリアレッドを塗って、いわゆるキャンディーレッドとして仕上げることにします。続いてクリアブルーを塗っていきます。細かいマスキングをしたところなので、なるべく厚塗りにならないよう注意しながら塗っていきます。クリアカラーは塗り始めは色の変化が少ないので、ついつい塗りすぎてしまいがちになります。表面に光を当てながら塗り、どの程度吹きかかっているかを反射の変化で確認しながら塗ります。10分程度乾かしたらマスキングテープを剥がしていきます。塗り分け境界の塗膜がある程度乾いてない方が塗膜のエッジがギザギザになりにくいためです。ボディの後ろ半分を塗装していきます。ここは全体を赤で塗装していくことになりますが、赤の塗装は隠蔽力が強めの塗料でも色ムラにならないように塗るのはなかなか簡単ではありません。というわけで今回は赤を塗る前にピンクを塗っていくことにします。赤の下にピンクを塗っておくという手法は赤塗装で一番よく使われる手法だと思いますが、どのようなピンクを塗るのかは慎重に決める必要があります。
塗ろうとしている赤よりも明度が低かったり、違う色が混ざっていたりすると、本来塗ろうとしている赤とは違う方向に色味が導かれてしまうことがあります。というわけで、既成のピンクを使うのではなく、ピュアレッドに EX ホワイトを混ぜたものを塗っていきます。ピュアレッドと EX ホワイトの混合比率は半々で混ぜて、それをだいたい1対3程度に希釈しています。あくまでもこれは下地なので、あまり塗膜は厚くならないように注意しながら塗っていきます。ご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。青22号でした。